クラピア持ってきてみようか、1個。あ、そうだね。すごく可愛らしい草になってます。じゃあ埋めます。ゲンチャンネルです。今回は雑草対策としてこちらのクラピアを植えていきたいと思います。今年の夏はかなり雑草に悩まされたので、来年の夏に向けてその対策をしていきたいと思います。で、いろいろ調べたところですね、グラウンドカバーとしてクラピアを芝生みたいに植えるといいっていう風なことを分かりましたんで、こちらのクラピアを植えていきたいと思います。今回だいたいこの辺りに植えていきたいと思ってます。今回は10ポット買いました。試験的に植えてみて、どのように変化が出てくるのか見てみたいと思います。クラピアっていうのはですね、もともとはヒメイワダレ草っていう草を品種改良して、花はつくけど種はつかないっていうようなものだそうです。種がつかないのでコントロールがしやすいっていうか、コントロールできなくなるほどわーっと増えていくっていうわけではなくて、きちんとその人間がどこに植えたい、どこまで広げたいっていうのを管理しやすいっていうような、そういう草ということだそうです。ではこれから植える前に、雑草を片付けたりとか草を片付けたりとかしていきたいと思います。それではやっていきましょう。まずは熊手で枯れ草を片付けていきたいと思います。どっちに寄せ？ほらもう見て折れちゃった。熊手は2年半外に置きっぱになっていました。今回は10ポットなのであまり広い範囲はカバーできません。今回は3メートル ×3 メートルの範囲で植えていきたいと思います。家の基礎コンクリートを作った時の型枠を道にしておいていましたが、移動させます。他の雑草が生えているとクラピアの成長を妨げるそうなので除去していきます。はい、雑草が生えてるとダメっていうことなので、ちょこっと残ってる雑草をもう根っこから掘り起こしちゃってます。しつこい根っこもスコップで掘り起こします。ここの3メートル3メートル、合計9平方メートルの土地をひっくり返して雑草を取り除きました。で、今回クラピアはですね10ポットしかなくて、10ポットをどう植えるかっていうところなんですけど、説明書では50センチ間隔で植えてくださいっていうふうに書いてあったんですね。だけどちょっとクラピアがどれぐらい広がるのかっていうのが分かんないので、広めにちょっと幅を取ってみて植えてみようっていうことにしています。で、これからクラピアをどんどん植えていきたいと思います。はい、この螺旋状の穴掘りでここ掘っていきたいと思います。この螺旋の穴掘り機は、フェンス、ドッグランのフェンスを作る際に単管パイプを埋める際にですね、穴掘りに時に手動で使ったもので2年ぶりです。すごい懐かしいです。ちょうどね、このクラピアのポットに。ちょうどそう、クラピアのポットにはちょうどいいかな。ちょっと深いかもね、まだ。根っこはすごいね。あれが、こちらがクラピアになります。だいたい7センチぐらいの高さなんですけど、すごい可愛らしいお花じゃなくて、雑草じゃなくて、なんていうの？草ね。草。はい。すごく可愛らしい草になってます。で、これを、今掘った穴の中に入れたいと思います。で、これをちょっとね、こうちょっと空気を入れてあげて、少しこう滑らすようにね、取っていきましょう。はい。出ました。こんななってます。すごい根がなってますね。じゃあ、埋めます。ちょっとあれかな。で、この土を、ちょっとこういうところがね、
確かに。他の根があるとね、育たないって言ってたから、ちょっと心配ですよね。で、これを上から踏むんです。むげむげって。むげむげって踏むんですよ。踏むと葉っぱが小さくなるってね。ちっちゃくなって、なんか、絨毯みたくなって、素足でも歩けるぐらい快適な草って言ってたわよね。で、ちょっと踏みたいと思います。いいですか？はい。なんか、上から踏むのってなんかねって思うんだけど。心を鬼にして。そう。はい。鬼の顔で。鬼が笑う。うん。なんかね、私が今また食べ物に例えると、得意な食べ物に例えるんですけど、食べ物に例えると、かいわれ大根みたいな感じです。かいわれ大根クラピアですって売られても気づかないよね。それはないでしょうね。ちょっとやってみたいと思います。グリ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 。グリグリグリ。周りの雑草を念入りに取っていきます。どんどんクラピアを植えていきます。踏むよー。じゃあ水をあげていきます。水は縦方向に浸透させるような感じであげるのがいいんだそうです。どのように広がっていくのかとか、成長していくのかっていうのがちょっと楽しみですね。はい、そしたらですね、クラピアを最初に植えてから2週間が経ちました。どんな感じになったのかちょっと見ていきたいと思います。どうですかね。なんかあんまり変わってない気がしますね、2週間だと。ちょっと他のところも見てみましょうか。ここもあんまり変わってない。まずは根っこから伸びるらしいんで、根っこが伸びきってから上が伸びるみたいなことらしいので、ちょっとまだ根っこは伸びきってないのかもしれないですね。こっちは少し伸び始めてるかな。少し横に広がり始めてるかなという気はします。はい、これは今回買ってきた24ポットです。これをどんどん植えていきたいと思います。24株を植えるのに庭のほとんどの箇所をクワで掘り起こしました。クラピアって説明書とか読むと少し低いところにこう植えろって書いてあると思うんですけど、クラピアって植えた後踏むじゃないですか。なんで一段低いところに植えてから踏んじゃうとすんごい下に行っちゃうので、ちょっと今ですねこういう形でそれこそ一段ちょっと高いぐらいに植えてみました。で今から踏んでみます。よいしょ。はい、踏むとですねまたちょっと下がるので、踏んでちょうどいいぐらい。ちょっと高かったかな。でもこんなもんじゃないですかね。ちょっとね踏むとかわいそうなんですけどね、思いっきり踏んであげました。今回24株植えまして、前回の10株と加えて34株クラピアを植えてみました。1メートル50間隔ということで、かなりケチって間が空いてるんで、これがどうなるのかっていうところですね。これでどうなるか報告できるように動画を撮っていきたいと思います。クラピアを最初に埋めてから3週間が経ちました。でまだ最初に植えたやつもですねそんなにこう伸びてきてなくてですね、なんでかなとかって思ってたんですけど、一つ大事なことを忘れたのを思い出しましてですね、それがこれですね。じゃーん、肥料と活性剤ですね。こっちが肥料でこっちが活性剤です。説明書にも肥料の方は必ず入れてくださいっていうことで書いてあって、ちょっとそれを忘れてましたので、
今回はこの肥料を入れていって成長がどう変わるかっていうのを、見ていければなと思います。はい、ここはですね、植えてから3週間経ってるところなんですけど、一向に、育ってる気配がないですね。玄ちゃんがこの肥料をですね、餌だと思って食べちゃうので、ちゃんと埋めてあげなきゃいけないので、ちょっとこのスコップでですね、クラピアのこの周りを円形にこう掘ってあげて、でここに埋めていくという感じでやってます。で、薄めた活性剤の液を垂らしていきます。はい、こんな感じでやっております。で、活性剤のメネデールなんですけど、だいたい100倍に薄めるっていうことで、そのキャップ1杯に対して1リットルの水で薄めるということだそうです。で、3リットル作りたいと思いますので、3杯と水を入れていきたいと思います。こんなもんですかね。メネデールの希釈の水作りました。はい、最初にクラピアを植えてから4週間が経ちました。4週間でクラピアはどうなったのか見ていきましょう。この辺とかちょっと新しい若そうな芽が生えてきてるし、こっちもちょっと伸びてきてる感じはしますね。ただなんかわーっとすっごい伸びてるっていう感じはないですね。やっぱり10月のちょっと寒い時期に植えたっていうところもあって、そこはなかなかクラピアにとっても厳しい環境なのかなっていうのはあります。ということで今回4週間の中ではちょっとなかなか成果が見られなかったですけど、無事クラピアも埋まって来年に期待というところで今回この動画終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。屋根の断熱材を入れた寝室の方はしっかり霜が降りていて、他の居間とトイレの側がですね、まだ屋根の断熱材が入ってないので、部屋のあったかさが伝わって屋根の霜がもう溶けちゃっていて、断熱材の効果が非常によくわかる絵になってますね。